はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、ダヴィンチリゾルブの、文字起こしと自動字幕生成についてちょっとお話ししようと思います。これ去年かな、冬ぐらい、年末ぐらいに出た機能みたいだったんですけど、実は使ったことなくて、で、使ってみたらね、ちょっとものすごく感動しちゃったので、これは革命的だぐらいに思ったので、ちょっとその機能を紹介しようと思います。これね、ほんとすごいなと思いました。字幕を作ってもらう必要ないぐらいもうこんな変わってるんだと思ったんで、すごい便利だなとちょっと思いました。はい。なのでちょっと紹介しますね。で、こういうのって結構ね、例えば講演する人とか、ビデオを使ってとか、指導するというか、動画作って渡すとかっていう時にも、これね、ワンポチするだけで結構ね、なんでしょう、音出さずに理解してもらうとかっていう状況もあると思うんですよね。例えば電車とかでイヤホンない時とか、そんな、イヤホン忘れた時とかね、あると思うんですけど、そのぐらいの精度が出るとちょっと思いましたね。でもちょっとそれを紹介していこうと思います。で、まずは、自分の動画でちょっとやろうかなと思いますね。で、これ新規プロジェクト、作ったばかりの状態でやっていくんですけど、まず作ったクリップを入れて、これですね。で、これはこんな。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、バイフロストを使って、ジョイント、はい、こんな感じのね、別にこの動画のために撮ったというわけじゃなくて、本番用のものを使ってるので、なんでしょう。聞き取りやすく話したものじゃないものを使ってるっていうのが、ちょっとね、思ってもらえればなと思います。こんにちはとか、こんばんはとか言えば綺麗にね、聞き取ってもらうと思うんですけど、今回は自分の生のいつも通りの標準の喋り方のを解析するっていうので、精度がわかるかなと思います。で、ここでまずファイルじゃなく新規タイムラインをまず作りますと。何でもいいんですけど、とりあえずテストなのでね、作成して、で、このタイムラインの中に、ちょっとね、いろんなやり方でね、このクリップを入れていくんですけど、まずね、やりたいのは、これね、面白いのがテキストベースにカットできるんですよ。で、そのやり方をまずやるんですけど、まずはね、このカット 01MP4 の中に入っている音声データをテキストに起こすっていう機能。これがね、自動文字起こしっていうものなんですけど、これを実行します。で、頑張ってくれるんですけど、でね、これ1分30秒の動画なんですよ。で、この速度で出るんで、長ければ長いほど時間はかかるっていうところです。で、これが出たものなんですけど、これすごいんですよ。ちょっと再生しますね、まず。レイアウトですね。の効率を上げるっていうのをやっていこうと思います。ちょっと途中からやっちゃってますけど、これが場所が悪かったですね。これ一番後ろにして。はい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、バイフロストを使って、ジョイントレイアウトですね、の効率を上げるっていうのをやっていこうと思います。で、以前バイフロストのはい、というこんな感じでね、聞いてわかる通り、例えばでとか、のとか、とかっていうのが、なくなってるんですよ、これ。皆さんこんにちは、こんばんは。この辺、以前あたり、やっていこうと思います。この辺やっていこうと思います。で、以前バイフロストのモデリング効率で、がこれなくなってるんですよね。といったなんでしょう、ノイズを解釈して、ちゃんと綺麗にやってくれるんですよ。これがね、率を上げるみたいな、ことをやったと、ちょっとあれですね、自分の声と喋る声が、どっちがどっちだよみたいになると思うんですけど、これがね、面白いなっていうか、すごいなと思いました。で、このまま字幕にしたら多分ね、とかのとか入って、このね、テキストの編集コストがめちゃくちゃ上がると思ってたんですよ。ただそれが抜けてるから、ほんとね、5時というか、でもこれそんなに5時もなくて、漢字もね、ちゃんとなってるんですよね。だからこの副産物がちょっと怪しいのかな、怪しいですね。とかはあるけれども、いいですよね。と思って。で、ここからです。ここからテキストベースでカットを作れるんですよ。で、この3点リーダーのは、あれです。空白。何も喋ってない時とか
がこれになってます。ここだいぶ何もないですよね。とか。で、これもね、いいなと思いますね。わかりやすい。だから本当にダイレクトで皆さんこんにちはこんばんはだけ入れると、ここに入って、で、このタイムライン側ですね。では、皆さんこんにちはこんばんはと。で、次はどっからと。今回はですね、はいらなかったりとかしたら取っちゃうし、以前バイフロストの効率を上げるよう、みたいなことをやったと思うんですけれども、それの応用っていうところですね。ここを入れましょうか。はい。で、以前バイフロストのモデリング効率を上げるみたいな、ことをやったと思うんですけれども、それの応用っていうところですね。はい。っていう感じで、テキストベースで欲しいところだけ切り取れるんですよ。で、ジョイントでもバイフロストの機能を使って一部流用できるよっていうところ。ここら辺は怪しいですけど、自分の喋りが怪しい可能性もありますね。ちょっと聞いてみましょう。はい。ジョイントでもバイフロストの機能を使って一部流用できるよっていうところになっています。いや、合ってましたね。僕の喋り方がちょっと、日本語が怪しいっていうところで、ちゃんとそれもやってくれてますね。はい。はい。という感じでね、このテキストベースから、こうね、カットが取れるんで、何でしょう、試行錯誤している部分とかも抜いたり、重複しているところってあるんですね。喋りながら、3分前に同じこと言ったじゃんを3分後に言ってたりとかあるので、そういったのもね、こうね、何でしょう、俯瞰して、このね、なんでしょう、流れをね、文字で見せられると、ハッとすることもあって、これはすごいな、面白いなと思いました。例えばこれあれですね、会議議事録にも使えるって思いました。そうですね、これ会議議事録取るのにいいかもしれないです。はい、と思いましたね。なのでこれぜひ使ってみてほしい。この文字起こしだけでも、相当、とか、ダヴィンチリゾルブスタジオもそんな高くないので、この機能だけでもお買い得ですよ、本当に。って思いました。で、次。で、ここから字幕を作ります。で、字幕作る方法はこのタイムライン全体に適用されるんですけど、タイムラインから、オーディオから字幕を作成、ポチッと押すと、日本語、サブタイトルとデフォルト、このままやれば OK です。で、作成を押すと。で、また分析中。早い。早いですね。で、これ尺に合わせてうまくね、いい感じに配置するこの素晴らしさ。皆さんこんにちは、こんばんは。で、以前バイフロストのモデリング効率を上げるみたいな、ことをやったと思うんですけれども、それの応用っていうところですね。はい。ジョイントでもバイフロストの機能を使って一部流用できるよっていうところになっています。いや、すごい。すごいですよね、これ。これはすごい。この精度。これをね、今はね、20秒ぐらいなんですけど、もちろんね、すごい長く句読点も打たずに喋る時とか、自分よくあるんで、そういう時はね、ずれちゃったりもするんですよ。リグっていうところとか、リとグが分かれて、後半に行っちゃったりとかもちろんあるんですけど、それでもこの精度、今だと、一発 OK じゃないですか。こんにちは、こんばんは。で、以前バイフロストのモデリング効率を上げるみたいな、ことをやったと思うんですけれども、それの応用っていうところですね。はいはいはい。はい。ジョイントでもバイフロストの機能を使って一部流用できる。完璧じゃないですか。オーディオからの全くその通りに出てるし、ノイズも取れてるっていうところで、かなり優秀だなと思いました。で、これ一個一個ね、選択はできるんですけど、ここでね、もし万が一ミスっててもこれね、直せる。次とか、やったと思うんですけれども、とか。ね、このスピード感で直せるのもいいなと思いますね。例えばスペースとりあえずなくそうとか。で、次。ここになってますとか、ここも。って感じでね。で、キャプション OK でトラックっていうところで、文字変えたりとか、いろいろできますね。M プラス1とかにして、細い字好きだけど、見にくいけど、こんな感じにしたりして、高さを変えて、
で、ストロークとかもね、できたりする。こんな太くしたり。まあ、黒縁違いかな。うん、まあ、見づら。あ、うん、でも元が細いせいですけど、まあ、こういったね、デコレーションというか、もできたりしますね。うん。はい。まあ、変形とか、まあ、ドロップシャドウも入ってるから、ね、もし見づらくても、こう、下にね、背景色が、まあ、背景があったとしても、まあ、ドロップシャドウがあるから、ちょっとオフセットすれば、まあ、文字が細いせいで、ちょっと、一回太くしますね。まあ、ブラック、まあ、ちょっと、レギュラーにして、ドロップシャドウ。これか。まあ、ちょっとこう、ドロップシャドウしてるの分かるんですけど、まあ、これでね、うまく見やすい値に持っていく感じですね。うん。で、これでもまあちょっと見やすくなるかな。全部に合わせるんで。はい。いや、すごい、本当にこれ。はい。っていう感じ。まあ背景もあるからね。まあ、本当に見にくかったらこれで完全にがっつりこうね、黒くしちゃえば、まあこれで一番見やすいっていうところなので、いや、この機能はもうすごすぎるなとちょっと思っちゃったんで、まあ、あえて紹介したっていうところですね。結構ね、動画編集めんどくさくて、ただ、字幕って割と需要あったりするんですよね。まあ、需要あるのは、自分の何でしょう、動画の場合は、まあ、英語字幕っていうところなんですけど、で、この機能はね、英語字幕じゃないんですね。その翻訳して字幕にするんじゃなくて、ただ書き起こすっていうところなので、まあ、このね、一応、この言語でもできるんですけど、英語にしようと思うんですけど、この日本語をただ単純に英語化しようってなっちゃうので、それはうまくいかなかったですね。なんとなく期待して、ここで日本語から英語にして、作成ってやってみたんですけど、もう、なんか、あ、できたと思って、やったーと思ったら、謎というか、いや、違うなっていうのが、ほら、これ出ないんですよね。まあ、バイフロストの機能を使って一部流用できるよ。These videos as well simply the みたいなところですね。はい。まあ、でもなんか、かっこいいのもね、on this presentation ですね。全然違う。はい。まあ、ジョインとかこうなっちゃうので、基本はね、オーディオ、こっちの元の動画に入ってる言語をそのまま直訳するというか、直で文字起こしするので、まあ、この機能は、翻訳して字幕にするのではなく、まあ、オーディオの言語をそのまま字幕にするっていうところですね、になっています。で、プラスね、ここに足すとしたら、チャット GPT とかで、まあ、最悪文字を構成してもらうっていうのが一番いいのかなと思っていて、自動文字起こしでちょっともう一回文字起こしするんですけど、まあ、この辺が失敗してそうかな。多分ね。で、この失敗してそうなところをちょっとチャット GPT で見てもらうっていうのがいいのかなと思ってて、で、これをちょっと翻訳したいからチャット GPT さんに行きますと。で、これ。そもそもあれなんです。字幕側が間違ってるところもあるんですね。はい。これはこれで面白いな。はい。で、字幕側をじゃあ見ましょうかね。当たって副産物ってコンストレイン。一度これを構成してもらってから入れた方がいいかもしれないですね。チャット GPT で上記文章を、上の文章を構成してください。いやー、かっこいいですね。複数のオブジェクトを連結するためのコンストレイン機能がある。ここすごいな。綺麗に書いてくれますね。はい。という感じで、こういうね、チャット GP と合わせて自分の語彙力のないところを補完していって、字幕に反映するっていうのもいいかなと思います。それか、また戻って、この字幕を一個一個、機能があるじゃないですかとか、このなんか、砕けた喋り方を一個ずつ、で、これを、句読点、なんかバグってる。トランスフォームになりましたね。すごい。
素晴らしいっていうのをこれをコピーして、これコピーして、ここに貼り付ける。いやー、素晴らしい。素敵ですね。はい。で、長いから2行にするとか。っていうのを繰り返せば、自分の手がかからず、すべて計算というか機能によって字幕が作れるという、このね、感動的なストーリーですよ。これは、ここ最近で一番感動したなっていう、やっぱ AI とかって自分の成果物に対して綺麗に反映するとすごい嬉しいなと思いますね。というところで、こんな組み合わせでいけると、字幕の作成がものすごくはかどるんじゃないかなとちょっと思いました。はい、というわけで今回はね、ダヴィンチリゾルブの自動文字起こしとオーディオから、字幕を作成っていう機能について紹介しました。プラスアルファでチャット GPT を使った文字の構成もちょっとね、提案としてやってみました。はい、この動画が参考になったらよろしければチャンネル登録とか高評価いただけたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。